こんにちは、モンチーパンダチャンネルのモーさんです。理科室でトンボ玉を作ろう。動画ナンバー51です。字幕の表示、非表示などの設定をしてご覧ください。モンチーパンダチャンネルでは番号の色で内容を分けています。ペン先部分の作り方は動画50で紹介しました。この動画51ではガラスペンのハンドル部分を作ります。ABCD の順番で紹介します。バーナーは岩谷のトーチバーナー、オイルランプ、GT3000S を使用します。100均で購入した食品用容器です。一部が切ってあります。実際に切っている場面は動画4の8分にあります。布をかぶせて水を入れます。水でガス圧低下を防ぎます。炎の下側はすすが入ります。炎の上側で作業してください。岩谷のトーチバーナーでペン先を切り離しています。直径2ミリ程度ならオイルランプも使用できます。GT3000S でペン先を切り離しています。改めまして A からスタートします。スプリングガラスペンをご紹介します。オイルランプでペン先とスプリングを接続します。スプリングの作り方は動画30で紹介しています。直径2ミリ以下のガラスを接続するときはオイルランプが便利です。動画31で紹介した緑色の台座です。インクをつけて書いている映像です。普通に文字を書いているとスプリングが揺れないので、あえて揺れるように書いています。次は B です。この3つを紹介します。1と2の風船部分は佐竹ガラスです。3の風船部分は C ガラスです。3の台座は後ほど紹介します。代表して2の風船を作っている場面をご紹介します。直径は約34ミリです。動画41では直径4ミリのステンレスパイプを使用しましたが、今回は直径6ミリのダイソーもしくはセリアのステンレスストローを使用します。ステンレスストローは大変使いやすかったのでおすすめです。直径6ミリのステンレスストローの先端に佐竹ガラス G36 無色透明をつけます。炎から出して少し空気を入れます。空気の入り具合が分かりにくいときは鏡で見ながら空気を入れると良いです。先端にガラスを追加します。空気が抜けてくるので炎から出して空気を入れます。同じ作業の繰り返しです。先端にガラスを追加します。空気が抜けてくるので炎から出して空気を入れます。この繰り返しで風船を大きくしていきます。炎から出して空気を入れます。これで完成させようと思い大きく膨らませています。しかし膨らみきらなかったので一旦溶かしてしぼめます。しぼめました。少し空気を入れます。全体を温めます。空気を入れます。これで完成です。先端に直径2ミリ程度のガラス棒を接続します。パイプを温めて風船を切り離しますが、パイプだけを温めていると風船が冷めてしまうので、風船全体を温めながらパイプを温めます。パイプを切り離しました。先端にガラスを少しつけます。つけたガラスを溶かしてなじませます。風船の温度が下がらないように風船全体を温めながら先端のガラスを溶かします。完成です。全体を温めています。
炎から出して6秒後にパーライトの中に埋めます。30分後、パーライトから取り出します。GT3000S でガラス棒を切り離します。ペン先と風船を接続したら完成です。次は1の接続場面をお見せします。オイルランプでペン先と風船を接続します。接続できました。1と2です。風船なので水に浮かすことができます。3も同じく風船なので水に浮かすことができます。1の寸法です。長さは約120ミリ、風船の最も大きい部分は約26ミリです。2の寸法です。長さは約95ミリ、風船の最も大きい部分は約34ミリです。3の寸法です。長さは約110ミリ、風船の最も大きい部分は約35ミリです。次は C です。小さな風船をつないだガラスペンです。風船の膨らませ方は先ほど紹介したので、映像は風船が膨らんだところから始めます。先ほどの風船より小さいので、こちらの方が作りやすいと思います。先端に直径2ミリ程度のガラス棒を接続したら、少し空気を入れます。パイプを温めて風船を切り離します。ピンセットで風船の先端をつまみ取ります。先端に直径2ミリ程度のガラス棒を接続します。ペンチで切ります。通常はタイルカッターで切っています。完成です。全体を温めます。炎から出して10秒後にパーライトに埋めます。すべてきなりガラスの A シリーズです。オイルランプを使用します。風船と風船を接続していきます。直径2ミリ程度ならオイルランプで接続できます。保守パーツを接続しています。保守パーツの作り方は動画53で紹介する予定です。ペン先を接続したら完成です。長い方が約280ミリです。短い方が約200ミリです。次は D です。台座の作り方をご紹介します。使用するガラスはきなりガラス A11 無色透明です。動画50で紹介した缶と釘です。使い方は動画50の時と同じです。食用油を缶と釘に塗ります。ダイソーのストッカーに水を入れて、缶を数回押すと下の空気が出てきます。キノコ型で溶かしていますが、必ずしもキノコ型で溶かす必要はありません。ある程度塊ができたら、キノコを下に向けて溶かします。ガラスを押し付けます。1、2、3で押し切って4で抜きます。この秒数が重要です。取り出した状態です。ここまでは動画50と全く同じ作業内容です。動画50ではこの後切手用のピンセットで平らにしましたが、今回は平らにしません。100均のキッチン用品のコテです。型から取り出した状態のままで中心に向かって押さえます。ピンセットで中心のガラスをつまんで取り除きます。
ガラス棒を先端に接続したら、反対側のガラス棒を溶かして切り離します。残ったガラスを取り除きます。こちら側も同じようにコテで中心へ向けて押します。中心のガラスをつまんで取り除きます。直径2ミリから3ミリ程度のガラス棒を接続します。ガラス棒を先端に接続したら、反対側のガラス棒を溶かして切り離します。底を押さえる方法その1、乾電池です。乾電池の塗装は剥がしてください。その2、計量スプーンです。その3、マドラーです。完成しました。全体を温めています。炎から出して21秒後にパーライトに埋めます。2時間後、パーライトから取り出します。岩谷のトーチバーナーで切り離します。先端を取り除いて短くします。ペン先と台座を接続します。ペン先と台座の距離ですが、炎の大きさからすると、これ以上短くするのは難しいです。GT3000S でペン先と台座を接続します。炎が小さいので、先ほどの岩谷のトーチバーナーよりペン先と台座の距離を短くできます。樋口の直径です。ペン先と台座の距離は炎の大きさにより短くできる限界があります。インクをつけて書いている映像です。A3 インターナショナルで販売しているミルプレスをご紹介します。A3 インターナショナルのホームページです。工具類をクリックします。矢印部分をクリックして下へ進むとミルプレスがあります。パイプを使うときの注意点です。パイプについたガラスを取り除くときにパイプを水につけて炎へ戻すと蒸気が発生します。手が熱くなるのでパイプに付着したガラスを取り除くときはピンセットなどで取り除いてピンセットを水につけることをお勧めします。この件に関しては動画11の18分30秒あたりでも説明しています。これで動画ナンバー51を終わります。理科室でトンボ玉を作ろう。モンチーパンダチャンネルのモーさんがお送りしました。ではまたお会いしましょう。